はい、皆さんどうもこんにちは、奥サオトでございます。さて今日はですね、またちょっと変わり種のレンズをご紹介したいなというふうに思うんですが、それがですね、こちらの、名称工学の TT アーティサン 35mm T2.1 のシネマレンズになります。このレンズ何が変わってるかっていうと、ここわかります？ここにねスライダーがついていて、バブルボケとソフトボケ、このね2つの描写モードを自由に切り替えられるっていう、かなりねユニークなレンズなんですよ。しかも T2.1 っていう大口径で動画だけじゃなく写真も楽しめる一本になっていて、実際にね使ってみたら、癖はあるけどとにかくね描写がすごく面白かったです。ということで今日はですねこのレンズをねじっくりレビューしていきたいなというふうに思います。じゃあまずねスペックからなんですけど、このレンズはフルサイズに対応していて、焦点距離は 35mm、絞りは T2.1 から T22 までのレンジで、完全マニュアルフォーカスレンズになってます。電子接点はないですね。でマウントは E マウントをはじめ主要なものは一通り揃ってます。で価格はね税込みなんと 64,800 円で、日本国内だと商店工房さんから販売されていて、シネマレンズとしてはねかなりリーズナブルな価格帯なんじゃないかなというふうに思います。で重量は E マウント版で 637g、 フィルター径は 82mm になっていて、小型のジンバルでもね十分に運用可能かなというふうに思います。で現時点ではこのねシネマレンズ 35mm のみの展開になっているので、ちょっと、シネマレンズとしての拡張性は少しね、厳しい部分があるかなっていうのがちょっと現状残念なところですね。でギアピッチは標準的な 0.8 モジュールなので、フォローフォーカスにもね対応しやすい設計となってます。そしてねこのレンズの最大の特徴が、先ほどからね触れてるこの、スライダーになるんですけど、これをね操作することで内部のこのガラスがですね物理的にこうシフトしてバブルボケとソフトボケっていう全くね違った描写に切り替わるんですよ。基本的にはこうスライダーをねこう端まで動かして、バブルモード、こっちまで動かしてソフトモードっていう運用かなというふうに思うんですけれども、こうやって途中で止めて中間の描写も楽しもうと思えば楽しめるので、かなり幅広いね写りが楽しめるんじゃないかなというふうに思います。ただその場合はちょっとね距離のメモリが正しく機能しないので、完全にこう感覚でねフォーカスとかを合わせる形になるんですけど、でも基本はソフトボケ、バブルボケでいいかなと思います。で外観がねこれすごい良くて、めちゃくちゃねこうアルミ製のソリッドなボディで合成感もあって、チープさっていうのをね全然感じないです。このメモリとかのねフォントですよ、これがね、コンデンスドフォントになっていて個人的にはツボでしたね。といった感じでねこう見た目のこう質感もすごくしっかりしていて、価格以上にね所有感があるんじゃないかなというふうに、思います。じゃあね早速、このレンズの写りについて、皆さんにお見せしていきたいところなんですが、その前にですねちょっとだけ、本日のスポンサーであるアートリストのお知らせがございます。で以前紹介したアートリストの生成 AI 機能に、今回ですね新しい自分の手元にある写真を、簡単に映像化するっていう機能が加わって、静止画をアップロードするだけでAI がねこう構図やカメラワークのプロンプトっていうのを提案してくれて、それをねそのままジェネレートしてもいいし、全く新しい内容に書き換えてこのアニメートボタンをポチッと押してしばらく待つと、静止画を簡単に動画として動かすことができちゃいます。で自分のね手持ちの写真を映像化できるってことになると、ゼロからテキストでね、どんなこう動画を生成したいかっていう風に、伝える必要がなくなるので、例えばこのレンズの B ロールのカットをね撮ろうと思って、僕がこう普段やってるようなジンバルとかこうスライダーを、セットアップして撮らなくても、こんな感じでねこの写真を簡単に動かすことができますし、 CGI なんかを使わないと作るのが難しいような映像っていうのも、こんな感じで簡単に生成することができちゃいます。でこの機能は AI スイートっていう月額$30のプランで使えるほか、
音楽、サウンドエフェクト、ストック映像、テンプレート、ラットまで、もうこう全部セットのアートリストマックスであれば、月額40ドルからお得にね、利用することができます。で、この動画のね、概要欄のリンクから登録してもらえれば、年間契約でね、2ヶ月無料と、最大14ヶ月使うことができるっていう風になっているので、ぜひね、気になるという方はそちらの方からチェックしてみてほしいなという風に思います。はい、というわけで、お待たせしました。じゃあ、ここからはですね、実際にこのレンズのね、ちょっと描写周りをいろいろと見ていきたいなという風に思います。じゃあ、まずはね、ソフトモードからなんですけど、こっちは背景ボケだけじゃなくてね、かなりこう全体的にふんわりとした、すごくね、淡い描写で、まるでね、こうディフュージョンフィルターをつけたかのような、雰囲気になります。特に開放の T2.1 では、ハイライトにね、しっかりとしたグローが乗ってきて、明るいね、屋外で使うと全体がこうミストがかかったような、かなりね、幻想的なルックになります。なので、こういったね、ドリーミーな雰囲気を狙いたい時にはぴったりなんですけど、そうじゃない時は、ちょっとね、暗めの場所で使った方が、グローが暴れすぎず、ちょうど良いね、柔らかさになります。で、面白いのが、このソフト効果って、T2.8 くらいまで絞るだけで結構収まるんですよ。T4 まで絞るともうねガラッと印象が変わって霧が晴れたようにくっきりとした描写になります。なので僕の場合は、室内や夕方のねシーンでは開放で肌をふんわり映して逆に屋外では T2.8 ぐらいまで絞って、ソフトさを残しつつも背景をね滑らかにぼかすみたいな使い方がハマるなと思いました。ソフトの方だけでもね、こういったね、描写の変化をコントロールしながら使えるっていうのも、このレンズのね、面白いところだなというふうに思います。で、最短撮影距離は、0.28 メートルで、かなり寄れる仕様になってます。フォーカススローは、313度と、そこそこ長めではあるので、精密なピント調整っていうのはしやすいんですけれども、素早い操作にはね、あまり向いてないかなという風な印象でした。特にね、スチール用途で使ったりするときなんかはね、少し、このね、ソフトモードだとピント合わせは大変かなっていう感じでしたね。じゃあ次にね、バブルモードなんですけど、こっちはね、一転して全体の描写がすごくね、こうグッとシャープになります。細かなディティールもよく出て、背景の玉ボケは、名前の通り、バブル状にね、すごくエッジが立って、めちゃくちゃね、独特なこう立体感っていうのが生まれてくると思います。この、さながらオールドレンズで撮ったかのようなね、癖のある描写。これは個人的にはやっぱたまりませんね。すごくね、こう写実性っていうよりは、グラフィック的なこう強いインパクトっていうのを、こう画面にね与えてくれるので、クリーンでねとろけるようなもうボケはお腹いっぱいだよっていう、作家性のある表現を目指す人にはかなりね刺さるんじゃないかなというふうに思いました。で、ソフトモードと比べるとこのねバブルモードは開放からね中心部は結構シャープに映ります。撮影対象とか、向き不向きに応じて、1本のレンズでやっぱりそのねこう描写特性を切り替えられるっていうのはねすごい面白いなというふうに思いましたね。で、このバブルモードの最短撮影距離は 0.55 メートルで、ソフトモードよりもちょっとね30センチほど長くはなっているんですけれども、フォーカススローがこっちは131度と短くて非常にスピーディーにピントを合わせることができるので、こっちはどちらかというとスナップ的な使い方に向いてるんじゃないかなというふうに思いました。このソフトモードと、バブルモードでね、撮ったものをこうやって横に並べて比べてみると、これは本当にね同じレンズなのっていうぐらいにやっぱりこう描写が違っていて、まさにね本当1本で2度美味しいというか、そんなレンズになってるんじゃないかなというふうに思います。ただし、1点ね、注意点があって、モードを切り替えると内部の光学設計が変わることによって、焦点位置がねずれるんですよ。なので構図を決めてからこうモードを切り替えるっていうんではなくて、必ず、どっちのモードでいくかっていうのを決めてから、構図とピントを合わせるっていう順序で撮影をする必要があるのかなというふうに思います。またソフト、バブルともにですね逆光時にはこんな感じで、ベーリングフレアだったり、あとはゴーストっていうのも結構出てきます。
なので、逆光撮影時にはね、あえてこうヴィンテージレンズのように、クリエイティブにね、こうフレアとかゴーストを使いたい場合以外はちょっと注意が必要そうですね。はい、というわけでね、最後に今回僕使ってみた感想をまとめると、この価格帯でここまで遊べるレンズは、かなり魅力的かなというふうに思います。くせ玉をね、2本買うよりも、この1本で、描写を切り替えて使えるっていうのは、コスパ的にも優れてるんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、メインのレンズとして使うには、正直こうコマ周差とか周辺の解像度とか、フォーカスブリージングなどいろいろとこう現代のレンズの基準においては、気になる部分っていうところが正直あるんですけれども、ただどう考えてもこのレンズはなんていうかエフェクトレンズっていうんですかね、ヴィンテージライクな描写や特にバブルボケなんかはこれポスト処理でね作り出せるものではないので、このキャラクターを楽しめてクリエイティブにこう遊び倒したい映像クリエイターには本当ね1本持っていると非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、本日はですね、この TT アーティさんの 35mm T2.1 のレンズデビューでございました。最後までね、ご覧いただいた方は、ぜひよろしければ、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。